どうも文鎮です。先日ですね、グーランキングでこんなのを見つけました。漢字あるある、バランスが難しく書きづらい漢字ランキングということで、皆さんそれぞれ多分この字苦手だなとか書きづれと思って書いてる字っていっぱいあると思うんですけど、このランキングではですね、単に画数が多いとかそういうのじゃなくて、なんかシンプルなのになぜか書きにくいっていうバランスが難しくて書きづらいと思う漢字についてなんかアンケートを取ったらしくてですね、ここに1位から22位までランキングに載ってますので、ちょっとこの1位から22位までをもう攻略してやろうかなと思っておりますので、はい、今回はその22文字を徹底攻略ということでやっていきたいと思います。さあ、それではですね、バランスが難しく書きづらい漢字ランキング1位から22位まで攻略していきましょう。さあ、どうしようかな。じゃあ下からやりましょうかね。なんか iPad でこのメモ帳でこのマスを、設定できることを最近知りました。全然使いこなせてないっていうね。はい。どうでもいいんですけど、さっさっさとやっていきましょう。で、22位。漢数字の3ということで、最初に僕が書きます。で、その後、解説していく流れでいきましょう。はい。じゃあ3いきますよ。はい、3ですね。3の解説を少ししますと、横角3本引きゃいいんじゃねえのっていう風に思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、長さを書き分けましょうということで、この目立ちたいのはですね、この最後の3本目です。3本目が長く目立ちたいので、他は遠慮しましょう。で、1画目は、中くらいの長さで、2画目が、短いですので、こうくびれを作ります。はい。で、横角なので基本的に右上がりと、こいつも2本目も右上がりとして、で3本目はですね、こう右上がりにするんですけども、このまま上がったままだと、斜めになってしまうので、上がって、この辺の下まで来たらちょっと落ち着かせましょう。ちょっと下ろしてやってね、落ち着かせましょうということで、要はですね、1画目がちょっと戻して、こういう力が働いているので、下もですね、3本目もこういう力を加えることによって均衡できますよという感じです。で、こことここの間隔は揃えましょう。はい。これが3です。さあ、じゃあ次、21がないので、20位同率らしいです。はい。氷。いきます。はい。氷はですね、中心がここなんですね。こっちじゃなくて。なので、始まりは中心から始めて、ちょっと右にずらして当たって角を引いて、また戻して跳ねるイメージ。なので、縦に下ろしてくるんですけども、ちょっと最後内側に入って跳ねるといいと思います。で、点はあんまりこの真ん中から離しすぎないようにしましょう。で、その下は水ですね。なので、右上がりにして払って、そしたらこの延長線上にここが来て左に払うという感じです。で、水同様ですね。一番最後の右払いが目立ちたいので、ここですね。ここを目立たせるために、この上は
幅を、狭めにしてここを開けましょうというのがポイントになります。はい、こちらが氷です。さあ20位、同率20位はうわーって感じのアジアナですね。これは嫌ですね。さあ書いていきますよ。こんな感じですかね。うわ、嫌だわ、これは。これは嫌だ。はい、ちょっと解説しますね。まあ、だいたい真ん中この辺にしときましょう。というか、この辺ね。はい、上は見ないでください。で、まあ、これも、まあ、一番最後のこれがね、一番目立ちたいので、上の幅は狭くしてこっちを開けますと。で、まあ基本的には左右対称になる字なので、だいたいここも幅を揃えましょうというところですね。まあ大体です。もうあとこの窓もあんまりこう大きさがバラバラにならないようにしてやるといいんじゃないかなと思います。嫌ですね。でここなんですけど、まあ、同じにしてもいいですし、下をちょい長めにすると、まあ足がちょっと長く見えていいんじゃないかなと個人的には思いますけども、まあお好みでどうぞ。はい、じゃあどんどんいきます。18分どうだろうね。でも払い交差するのがちょっと難しいかもしれないですね。じゃあちょっとやっていきます。はい、こんな感じです。解説しますと、まあ、この中心ね、これと、あとここは真下に来るようにしましょう。で、この左右の払いで目立ちたいのですけども、まあ、一番最後が右払いが立派になるようにしましょう。なのでここを開けると。でここね、こうちょっと隣に書くと、これでもまあいいっちゃいいんですけど、ちょっとワンポイントテクニックというか、右払い書くときはちょっとこうまあ筆を置くみたいな感じでちょっと止めてずらしてこう払ってやると。で右払いの時もこのままビーって引くんじゃなくて、ちょっと置いてキュッと内側に入って、そこから斜めに払って、でこの下まで来たら右に払いましょうという感じです。そうするとまあちょっと大人っぽくなるかなと思います。はい、さあ次は同率の18、西ね。西、確かに。さあやってみましょう。こんな感じかな。ちょっと左範囲短いか。はい、こんな感じがいいと思います。さあ解説をしていきますと、ここが中心で、なのでまあ西ね、1画目長くしても長くするのもあります。ちょっとやってみましょう。でこの下はちょっと狭くするパターン
ぶっちゃけどっちでもいいですね。これはもうお好みでいいと思います。まあどっちでもいいな。だからこういう風にしてやるパターンか、まあここを目立たせて、上と下を短くするパターンか、どっちでもここはどちらでもいいと思います。好みでやってみてください。次が15位です。辻。15位が3つあるのか。はい。辻ね。信用嫌ですね。なんかこれ辻っていう字、なんか信用書き損じゃないですかね。書き損っていうか、信用ね、多分皆さん苦手だと思う。難しいと思うんですけど、そんな信用を書くにもかかわらず、そこに乗っかるのは10だけかみたいな。ちょっとよくわかんないですね。はい。10じゃない、10じゃないわ。こんな感じかな。はい。解説しますと、信用の一番最後の払いが目立ちたい。これが目立ちたいので、当然、この幅は、ここ開けて、上の幅は狭くしますと。で、逆に、この下まで来たら、止まって、右ちょっと上に跳ねるとか払うというか、といいかなと思います。で、信用に乗っけるこういうのパーツは小さめにしましょう。で、問題はこの信用ですよね。信用よく書いてるのを真似すると、こうなっちゃったりとか、なんかね、3書いたりとか、うまく真似できないんですけど、こういう感じは結構見るかなと思います。信用は1画目とこっちの2画目、ここね、からここは離しましょう。で、しっかりここ開けてください。で、これは右上に上がってほぼ真下に下ろして、右下左下で一回離します。で、離したところの先からまたこう右にちょっと上がってからこう直線で下ろしてきて、でこの下まで来たら跳ねると。これが信用です。わかりますかね。ちょっと信用だけ書いてみますけども、こういうイメージですね。はい。次がですね、子供の子はどうですか？皆さん書けますかね？うまく。ちょっと解説しますけども、これの中心はどこかというと、ここですね。はい。こっちじゃなくて、こっち。はい。なので、これもね、ちょっと右にずらすパターンですね。で、一番目指したいのはこれですね。横画。なので、それも考えて、1画目は短くと幅を狭めにとしましょう。で、こう引いて中心までも来たら、また右にちょっとずらしてこう描いて、また中心に戻って跳ねると。そうするといいかなと思います。で、あんまりねこういう風に曲げたりとか
ちゃうとちょっと柔らかすぎてその漢字っぽくないというか、あまりかっこよくならないので、気持ちねカーブするぐらいでいいかなと思います。あんまり逆にこう立てちゃうのもおかしいんですけどね。はい。そしたら最後の3画目、横画じゃどこ通りゃいいんだよと、ここかみたいな、ここかみたいな思うと思うんですけど、まあ古典昔の人が、書いてる字とか見ても、大体ですねこっちにずらしたここの下あたりを通ると、ちょうどいいかなと。あんまりこう下げると変ですし、逆にこの辺に上にあるとちょっとあまりにも上がきつすぎるという感じなので、この辺がいい塩梅かなと思います。さあで、あとは3画目ももう皆さんねお分かりだと思うんですけど、これも上がりっぱなしじゃなくて、ちょっと落ち着かせましょうということになります。はい。世界のせい、これも15位らしいです。はい。はい、世界のせい。さあ、世界のせいを解説しますけども、ここ中心で、中心じゃねえな、これ。中心ここしましょう。中心ちょっとずれてますね、これ。中心ね、ここに来るかな。はい。なので、大体ね、1画目が中心を沿うようにしてやって、で、こことここは同じぐらいにしてあげます。で、あとこことここも同じぐらいかな。出てやるといいんじゃないでしょうか。で、1画目のこれが一番目立ちたいので、下の幅は狭くして、ここを開けます。これもここ開けます。はい。なのでこういう間のとこが同じぐらいの幅、空間が空くようにしてやるとスッキリするかなと思います。次がですね、川。これも3と一緒で3本線なんですけども、これも長さとあと向きですね。注目してください。こんな感じですかね。はい、ちょっと解説しますと、川3本線なんですけども、だんだん右に上がるイメージになりますけども、ここ2画目はねちょっとへこんだ方がいいかな。で、こっちはこういうイメージですね。で、ここもこうへこむ感じ。はい。で、これとこれを均等にして、あとこのマス普段ないと思うんですけど、左右同じぐらい開くようにしてやりましょう。はい。さあ次が13位、心。こんな感じでしょうか。確かに難しいですね。心とか必ずとか難しいですね。1画目短くしましょう。で、心臓のこれはこうカーブして、でカーブしてきたらこう跳ねるんじゃなくて、カーブしてきた分こっちもカーブしながら跳ねます。で、この延長線上に来て、
で点々とやる感じですかね。はい。よくあるのはなんだろうな。こういうのとか、まあ極端な例ですよ。はい、心はこんな感じです。急に受けたまわるか。確かに嫌だわ。こんな感じですかね。これもですね、子供の子と同じように中心をちょっとずらしてます。はい。まあ、これとこれが払いがあるので、この3本線はまあ短めにしておいた方がいいかなと思います。で、これは、こう、じゃなくて、ここに乗せる感じ。でこの辺からこう生えて払うという風に昔の人は書いてますので、それを真似します。はい。さあ、次ですね。身内、母。こんな感じでしょうか。中心この辺ですね。なので中心からこう点を打つようなイメージで、これが一番長く見えたいので、他はこの幅はこの辺までにしてやりましょうと、上げましょうという感じです。これはこう下がるので、こっちは横角として右に少し上げましょう。だいたいここも同じぐらいの高さにするといいかなと思います。さあ、いよいよ10位、やす、あんという字ですね。ということは安心っていうのは本当に書きづらいってことですね。はい。まあ、中心この辺です。ので、まあ、この下にこの女の交わりが大体来ればいいんじゃないでしょうか。で、今回ここを長くしているので、上の浮かんむりはちょっと狭めにします。で、こことここはまあ大体左右対称で、あとですね、女っていう字難しいと思うんですよね。これ。で、難しいんですけど、こっちよりこっちの足の方がちょっと上で終わるといいんじゃないでしょうかね。で、浮かんむりのこの終わりのところぐらいから女を始めればいいかなと思います。高さね。はい。さあ、今度9位。これっていう字ですね。の。はい。これちょっと神妙に似てますね。まあ、当然この最後の角が目立ちたいので、まあ、これは短くしましょうというところと、まあ、これの大体終わりのところまで来たら払いましょうという、神妙と同じような理屈になります。で、ここしっかり坂を作ります。こんな感じかな。8の女なんですね。なるほど。さっき案を書いた皆さんであればうまく書けるでしょうから、ここは軽くおさらいよという感じです。はい。次が6位、州っていう字ですね。オハイオ州。全九州でもいいや。これは嫌だ。これは嫌だね。
じかな。はい、ささっと。個人的にはここを中心とした方がいいんじゃないかなと思いますね。なんでこの真ん中のこの棒は右にちょっとずらしてやるといいかな。皮はこの真ん中貫いちゃっていいと思うんですけど、この間に点が入ってるこの周はちょっと右にずらしてやると、こことここでバランスを見るということで、あとはこういう空きのところをだいたい同じにしておけば綺麗に見えますよと。でこの縦3本の払いは皮と同じような理論になります。はい、じゃあ同一6位、乏しいっていう字ですね。はい、さっきこれという字を書いた皆さんなら大丈夫です。これという字に左払いが上に乗っかるだけだというところなので、当然目立たせるところは最後のこれになるので、1画目も幅はあまり目立たないようにしておきましょうということです。はい、いよいよ5位に入っていきますよ。5位は爪ですね。これもあんまり書くことないと思いますけど、確かに嫌だわこれは。こんな感じでしょうか。これはね、ここが中心でいいと思います。でこう広がるので、上は狭めにね。でこういう風に高さがつくといいかな。こことここの高さを変えて、この足で引っ張りましょうという感じです。はい、いよいよ4位、必ず、心とちょっと似てますけど、こんな感じでしょうかね。これは本当に嫌な字だと思います。ポイントっていうのも難しいけど、これが一番上に来てこういう感じ、逆に下はこの心みたいなのが下に来てやるといいんじゃないでしょうかね。はい、あとはこの間隔、この白の間隔、こうあたりをだいたい同じにしてやると、そこまで変には見えないんじゃないでしょうか。バランスという意味で。いよいよ第3位です。第3位は凸でボコのボコですね。で2がボコという、そりゃそうっすよね。こんなの書くときないって。全然うまく書けないね。これやめましょう。ちょっともう一回やります。これはね、漢字と思ってない。こんな感じでしょうかね。これは解説いらないです。はい、次行きましょう。ボコちゃん、おっさんみたいな。ボコちゃんとか言って、おっさんかよみたいな。これもね、なんかもうキモいな。せめてちょっと右上がりにしてやってかな。はい、やだねこんな。皆さん安心してください。書くときないと思うんで。はい。で、栄えある第1位が薄いというわけですね。これはね、気持ちは白を書く気持ちでやるといいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。白も同じなんですけど、これは立派めにしといた方がいいかな。
左払いに最初の。で、ここで幅を取って、こことここの間隔を揃えましょう。という感じで、それは白なんですけど、なんで、この薄いっていう字も離して、内側にしっかり入って、この延長線でちょっと離してやって、こうで。で、こことここ同じぐらいにしてやって、やるといいんじゃないでしょうかね。ということで、いかがだったでしょうか。1位から22位までやってみました。結構長い動画になりました。ね、これで攻略できそうでしょうかね。まあ、デコとボコ本当に嫌ですね。嫌だっすねっていうか、あとは似たような字もありますよね。心と必ずとか、貧乏の棒とこれっていう字とか。なので、もう少しね、減らせるかな。こんな感じで1位から22まで書いてみました。今回の動画はこちらで終わりになります。僕のチャンネルではですね、20年以上の書道経験をもとに文字をきれいにかっこよく書くためのチップスというのを、なるべく皆さんに分かりやすくなるように発信しています。もしこの動画が参考になりましたら、チャンネル登録といいねボタンを押していただけますと非常に嬉しいです。またここがですね分かりにくかったとか、こういうところも教えてほしいなということがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけますと今後の動画の参考にさせていただきます。僕がデザインしたオリジナルグッズですね、文鎮ストアとすずりで販売しています。こちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。文鎮でした。バイバーイ。